こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。先日、スポーツツアラーって視点で、主が気になるバイクを紹介したんだけど。あれがないとかこれが抜けてるとか、いろいろご意見をいただいた動画ね。その中で普通二輪で乗れるツアラー特集が見たいというご意見をいただきまして。そうなのね。なので今回は、ツアラーに使える250モデルたちという縛りで、気になる車種をまとめて紹介したいと思う。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回のお題はこれだ。身軽に気軽にバイクライフを満喫。ツアラーにも使える 250cc モデル。調査したメーカーは 1、ホンダ。2、スズキ。3、川崎。4、ヤマハ。5、海外メーカー。です。でもさ、そもそも 250cc をツアラーに使うには、いろいろ難しくなくない？そんなことなくない。軽量だから欧風に弱いし、タンデムはほぼ無理だし、高速では非力だからエンジン回しっぱなしで疲れるし。主の CRF250 ラリーに全部当てはまる内容だな。それなら大型にすればいいじゃん。確かにそうだ。しかし、250クラスには、大型にはないメリットがある。どんな？価格の安さ燃費の良さお手軽さだ。これらをポイントにして、各モデルをサクッと紹介していくぜ。見せてもらうか、250cc の実力とや。じゃ、はじめご。1、ホンダ。250cc クラスで唯一フルラインナップのホンダのバイクからお届けだ。レベルに150。2017年に復活した、久々の250クラスの新型アメリカンだな。690mm のシートコートコンパクトな車体で、女性ライダーに人気のモデルだ。元ブログや動画でも、レベル250が愛車の女性ライダーさんをよく見かけますね。でもアメリカンって乗車姿勢が楽そうに見えるけど、腰回りに体重が乗るから、見た目ほど快適ではないって話。そのあたりはシートを変更したり、こまめに休憩したりすることで対処できるな。航続距離は 375.1 キロ、価格は59万9500円だぜ。ヘッドライトカウルやステッチ入りシート装備の S エディションは63万8000円な。今の時代、250クラスで60万円以下は安い側ですね。これでアメリカンになれたら、上位クラスのレベル1100や、憧れのハーレーや豪華クルーザーモデルとか、いろんな展開が待っているぜ。CBR250WR。こちらもレベルと同じく復活系モデルだ。これ、がっかりモデルだったよな。なぜ？ RR なのに2気筒だし、CBR250R は CBR ってついてるのに単気筒だったし。その気持ちもわかります。おじさんたちの 250WR といえば、1990年の MC22、高回転型4気筒 SS ですしね。しかし、もうそんな時代じゃないんですよ。思い出はそっと胸にしまっておきましょう。初心者ライダーの前で語っちゃダメですよ。ホンダが送る新世代 WR は、2気筒エンジン最高馬力の41馬力。足回りは上位クラスと同じレベルの装備、上下クイックシフターや3つのライディングモード搭載だ。サーキットも楽しめるし、ツアラー使いにも十分な快適性を持つモデルになった。航続距離は 379.4 キロで、82万1700円ですね。高い。この性能ですし、やむを得ずです。このバイクも、初心者さんや女性ライダーに人気だな。フォルツァに150。2000年から続くシリーズで、2021年には新エンジンを搭載して登場したモデルだ。ヘッドライトがホンダのウィングマークのやつ。なんといってもスクーターの魅力は快適な乗車姿勢と、48リットルの大容量収納装備だ。ヘルメットが2個入ります。スクーターはタンデムしやすいし、もしかしたら、後ろに彼女を乗せて、永遠にメットインの肥やしになりそうですね。2021モデルはエンジンの他にもフレームが再設計されたり、電動可変スクリーンの可動域も増加と、まだまだ進化中だ。最大トルクも 2.4kgF6250rpm の低回転仕様なので、滑るような加速が体感できる。とにかくお手軽、快適に移動するなら、スクーターモデルで決まりですね。価格は65万8900円、航続距離は 365.2 キロだぜ。これも安い側モデルですね。あと残るモデルはオフとネイキッドですか？じゃ、次はオフモデルだ。CRF250 ラリー。250クラス唯一のオフよりアドベンチャー、CRF250 ラリーだ。オーナーだし色々話したいことはあるでしょうけど、今回は控えめで。一言で言うなら、走るエリアが広がったってことだ。林道がツーリングの目的地になりましたからね。SS やネイキッドでは走る気になれなかった道も挑戦できるし、高速も普通に走れる。でも、830mm のシート高や、高速での防風性や積載性は、万人におすすめとは言い難いですね。そのあたりは、どうにでもなる。ローシートや抵抗オフブーツなどで工夫すればマシになるし、後付けスクリーンで防風性は改善できる。積載性はトップケース装備で解消、おまけに見た目旅バイクドアップだ。
価格は74万1400円と、今の 250cc クラスでは普通の価格帯ですね。もうちょっとリーズナブルにというなら、59万9500円の CRF250L がおすすめだ。少ない燃料タンク容量や足つきの悪さなど、オフ車特有の使い勝手だけど、それを理解した上で使うなら、こいつもかなり優秀なバイクだぜ。航続距離は 271.4 キロだが、ここは気合でカバーだ。愛情でしょ。さ、最後はネイキッドモデルだ。CB250R。ヨーロッパの CB300R に、国内向け水冷タン気筒 250cc エンジンを搭載したモデルだ。400クラスと並んでも遜色なしの風格だな。125cc と並んでも遜色なしですけど、初心者に大人気だった VTR250 に代わり、このクラスのスタンダードとなりつつある車種だぜ。車重も144キロとオフ車並みの軽さ、アシスト&スリッパー付きでクラッチ操作は軽いし、シート高も800ミリを切っているので、初心者ライダーにおすすめだ。このバイクで運転に慣れてから、次のバイクを選ぶってのもいいですよ。航続距離は337キロ、価格は56万4300円とかなり安い側だ。ひょっとしたら、次期モデルではクラス相応のスペックとなり、価格アップの可能性がある。欲しい人は早めにゲットだぜ。ちなみに CB125R は AMU 付き ABS にフロントは SFFBP 倒立採用。クラスを超えたスペックで47万3000円な。約10万円差ですか？こりゃ250ですね。さあ、どれにしようかな。いや、まだもうちょっとだけ続くぞ。お次はこのメーカーだぜ。鈴木。鈴木の250クラスは、ライダーに寄り添うバイクが揃ってるぜ。最初のバイクは、燃費最高、低価格、ド派手なエクスターカラーリングありのジクサー250だ。ジクサー250。鈴木伝統の揺れエンジンと、インド生産の戦略的価格で国内導入されたのがジクサー250だ。シート高は800ミリだが、サスの沈み込みが大きめなので足つきは良く、バーハンドルでライディングポジションも楽。でも短気筒エンジンだと振動が気になりますけど、クレームが出るほどの振動が出るって話は聞かないし、どのバイクでも長距離走れば心も体も痺れるもんだ。最大トルクの 2.2kgF は 7300rpm で発生、車重は 154kg と軽めなので、低回転を駆使してキビキビ走れるぜ。エンジン出力は26馬力、揺れなので車重は 154kg と軽量だ。ちなみに CB250R は同じ短気筒ネイキッドで、車重は 144kg とジクサーより軽量なのに、ジクサー250の航続距離は 100km 以上長い 452.4km だ。どんな技術使ってるんですか？馬力がジクサー250の半分のジクサー150は、なんと航続距離が 612km だ。どんな魔法使ってるんですか？どちらも積載性は皆無なので、そのあたりをカスタムすればいい相棒になりそうだ。ジクサー250の価格は44万8800円。コスパの良さは最高レベルだぜ。ジクサー 250SF。色々と最高なジクサー 250にSS が存在しないわけない。フルカウルにしたら、こうなりましたか？特徴的なヘッドライト、スイングアームマウントフェンダー、元 GP を連想させるエクスターカラーなど、かっこいい要素盛りまくりだ。このサンジアンライトかっこいいですね。サザンアイズか。知らない若者は検索するのじゃ。性能的にも CB250WR とか ZX25R と比較したくなるが、それは野暮な話だぜ。この価格でこの性能、鈴木だから作れるバイクだな。価格は48万1800円、航続距離は 452.4km です。GSX250R。鈴木の歴史ある SS ブランド、GSX シリーズの250番、250R だ。で、GSX とジクサーって何が違うの？ジクサー250は揺れ短気筒デュアルエンドマフラー。GSX250R は水冷2気筒のシングルマフラー、ライトの造形と、カラーリングがより元 GP よりってところだ。短気筒と2気筒って、何が違うの？振動とトルク、そして燃費だな。2気筒はピストン振動を打ち消し合えるし、低回転でのトルクをより厚くできる。その結果エンジン回転数を抑えられ燃費も良くなる。って感じだ。燃料タンク容量は15リットル、航続距離も498キロとかなりいい。2気筒なので短気筒のジクサー SF より部品点数が増え、重量は181キロ、価格も約10万円高い、58万1900円だ。足回りが固めなのと、足を地面に下ろした時に足がステップに当たるって話がありました。購入時はぜひまたがってみてくださいね。V ストローム 250ABS。誰が乗っても外れなし、それが V ストローム250だ。アドベンチャーバイクの基本スタイル、くちばしに丸めライトは鈴木発祥のデザインですね。漢字、間違ってるぞ。マリサもね。他社に比べスクリーンは小ぶりだが効果は問題なし。センタースタンドはメンテナンス時に重宝する。エンジンも GSX250R と同じだから低回転に強く、信頼性も高い。航続距離も544キロと十分だ。まさにビクトリーの V。違うぞ。V 型エンジンの V。外れ。英語で万能、多目的を意味する versatile の頭文字な。万能アドベンチャーだけど、タイヤはオンロード寄りだ。砂浜も走れるけどアクセルオンでリアタイヤが滑るぜ。あと、大柄なので取り回しが苦労する、って話もあったな。
価格は61万3800円、車重は189キロで始めるバイク旅ですね。それに今なら22年9月30日まで、合計価格9万4600円のトリプルパニアセットが、2万8380円だ。いやそれ、2万8380円引きの6万6220円ですよ。工賃別だし。なんだ。残念。バーグマン200。都会派男のスクーター。バーグマン200だ。鈴木のスクーターは空気とかしてますけど。知る人ぞ知る、と言ってくれ。それでも昔は、ゆとりあるライポジにコンパクトサイズで、PCX150 やマジェステースの良きライバルだったんだ。150cc に対しては、ね。シート下にヘルメットが2個入るし、2人乗りもゆったりできるし。フォルツァや X-MAX もゆったり2人乗りできますけど。大容量の10リットルタンク紹介サイトよりで、航続距離も303キロあるし。フォルツァや X-MAX はもっと長く走れますよ。6000rpm でフルトルクの 200cc エンジンは、高速道路も走行可能。フォルツァや X-MAX のは高速はマジで突っ込むなよ。今となっては設計が古いんだから、仕方ないぜ。この2台に勝ってるのは価格だけですか？新車の値引きも結構あるみたいだから、コスパに全力を注いで買うのもいいかもな。価格は57万1340円ですね。中古車なら走行距離100キロ未満で40万円台、店代なら30万台から見つけれた。オーナーミーティングもあるし、鈴木の濃いバイクが欲しいなら、バーグマン200で決まりだ。3、川崎。サービス精神旺盛なバイクをラインナップする川崎の250クラス紹介だぜ。ZX25R。川崎のトップバッターは忍者 ZX25R だぜ。2021年に発表された、250クラスでは久しぶりの水冷4気筒エンジンを搭載で、国内 250cc 最強の45馬力だ。フレーム、足回り、電子制御は大型忍者からのフィードバックだし、カウルやカラーリングは、所有感を十分満足させてくれるデザインだ。4気筒の排気音は爽快の一言だ。脳天をくすぐる快音は、一緒に走る仲間の脳みそまでとろけさせる。ライポジはネイキッドに比べれば前傾だけど、それ以上の満足感でドーパミン大放出だから問題ない。でもやっぱり、体は疲れるのでしっかり休みましょう。ハイパワー SS クラスって、ヤマハやスズキは脈なしですよね。オールドタイプが渇望する 250cc4 気筒モデルは、これ一択が続くことになりそうだが、切磋琢磨して進化するには、やっぱりライバルが必要だ。今の世の中を逆行した話っぽいけど、こうしたモデルのネタは大歓迎だ。価格はもちろん高い側の93万5000円。航続距離は 283.5 キロです。忍者250。忍者シリーズのデザインを踏襲し、どこから見ても川崎な忍忍250だ。2008年に登場し、250フルカウル人気の土台を作ったモデルですね。毎年スペシャルエディションが登場するが、2017年の KRT ウィンターテストエディションでは、こっそり前後ラジアルタイヤに変更するやる気。2気筒 SS では、CBR250WR より2キロ軽い166キロだ。価格も60万円台で安い側だ。色々手の込んだバイクです。川崎の250クラスのエンジンって、ライバルに比べて高回転型ですね。本気を味わうには1万 rpm 以上回さないといけないが、吹け上がりはあっという間らしいぜ。その割には排気音は静かだし、燃費も良いという謎仕様だ。価格は65万4500円、航続距離は 366.8 キロだ。目いっぱい使い切れる性能で、初心者や女性ライダー、リターンおじさんたちにもおすすめしたいモデルですね。Z250。忍者250のネイキッド版ですね。ストファイ KZ の始まりは、2003年モデルの Z 戦で、Z250 が国内導入されたのは意外と遅く2017年だな。しかし、日本向け排気量モデルってことでカスタムパーツも豊富だし、川崎車で、リーズナブルな今風バイクに乗りたければ、中古モデルの玉数が多いこいつで決まりだ。価格は61万500円、航続距離は 380.8 キロだ。ちなみに、ZX25R や CBR250WR のネイキッド版ってあるの？雑誌や HP ではよくネタにされてるんだけど、残念ながら今はない。ベルシス X250、ツアラー。男川崎が一瞬見せる優しさ、それがベルシス X250 ツアラーだ。どの辺が優しいの？ 815mm のシート高、1万 rpm 以上で本領発揮のエンジン、ライムグリーン。優しくないですよ。主要装備の充実が優しさだ。エンジンガード装備で倒しても安心だし、パニア標準装備は他にないし。でもこのパニア、不良って話ですよ。不良だろうがなんだろうが、パニアが標準装備だってことは評価したい。航続距離は 421.6 キロ。クラスレスなサイズ感、振動控えめの並列2気筒マシンでツーリングにおすすめだ。ブロックタイヤモデルが出たら、V ストやラリーを超えるマシンになるかも。ま、出ないと思いますよ。大柄でパニア装備だから車重は183キロと重い。小柄な人や女性は試乗チェックをおすすめするぜ。おまけで、250クラス最軽量のバイクを紹介しておくか。KLX230S、おまけ。国内250クラスには2台しかない貴重なオフ車。それが KLX230 だ。実際は 232cc ですけどね。なんと車重がクラス最軽量の136キロ。軽い。しかも50万6000円の価格。安い側。
ただしメーカー出荷完了で店頭在庫限りのバイク。急がねば。軽さを追求した分、燃料タンク容量は 7.4 リットル。航続距離は 247.1 キロで19馬力だ。高速道路はちょっと。じゃ次は、国内最後のヤマハの紹介だ。4ヤマハ。国内最後は、感動を創造する企業、ヤマハだ。YZF-R25。YZF-R25 は2014年12月から国内導入されたモデルだ。発売当時は、250クラス SS の中ではトップクラスのスペックで、忍者250や GSX250R に勝る仕様だった。しかし、しばらくして CBR250WR と ZX25R が発売。ホンダと川崎のバチバチ気負いが始まりましたよね。しかし、ヤマハは生還。スペック競争には参戦しなかったのね。なんでかな？ R25 のコンセプトは、毎日使えるスーパースポーツだからな。エンジン性能に特化せず、足回りの充実や特別カラー投入で商品価値を高めていったんだ。高価格ハイパワー競争からは距離を置き、価格を抑えた庶民派 SS の地位を築いたってことですね。庶民派だからってぬるいわけじゃないぜ。ポジションはきつくないが、それは R6 や R1 と比較した時の話だ。250クラス SS の中では前傾気味だから、実車を要チェックな。価格は66万8800円、航続距離は 361.2 キロ、SS なので積載性はなしですね。MT25。ダークサイド、オブ、ジャパンこと、MT25 だ。ヤマハはデザインセンスだけでなく、キャッチコピーの秀逸です。プラットフォームハワイ ZF-R25 なので、スペック的には R25 と同じだ。じゃ何が違うのか。外観とハンドル位置だな。MT25 は R25 に比べてより直立に近いポジションだ。今後、キャンツーとか、ちょっとした未舗装路も走るかもって人は MT25 がおすすめだな。サーキットも走ってみたいという方は R25 ですね。MT25 と R25 は純正オプションでクイックシフターが装着できますね。気になっている人はぜひどうぞ。シフトダウンは未対応だからな。価格は63万2500円、航続距離は 361.2 キロです。XMAX。ヤマハの最後の250は、斎藤アコフェイスな XMAX だぜ。また同じこと言ってますよね。2018年から国内導入されてるモデルで、250スクーター界では比較的新しいモデルだ。ライバルはホンダのフォルツァですね。その通り。動力性能はほぼ同じだし、装備もスマートキー、トラコン、DC ジャックと大きな違いはない。あ、フォルツァは電動スクリーンですけどね。価格はフォルツァより4400円安い6545、航続距離は 74.2 キロ長い 439.4 キロだ。あと、ヤマハといえばアメリカンだろってことで、生産終了モデルだがドラッグスター250を紹介しておくぜ。ドラッグスター250。レベル250にはないボリューム感と、シート高 670mm の足つきの良さ。エンジンは V 型空冷の全部乗せのアメリカン、それがドラッグスター250だ。航続距離は、ユーザーレビューで約40キロ、満タンで約400キロ以上だ。2017年で販売終了となってますが、中古市場ではまだまだ見かけます。しかも若干プレミア価格となっているので、お気をつけて。最終モデルのメーカー価格は59万4000円だ。現状、アメリカンはレベル250のみだから、ヤマハの参入を期待したい。海外メーカさ、ー。ここからは海外モデルだぜ。あれ？海外メーカーって250クラスを販売してましたっけ？ 250-400cc ってガラパゴス排気量だから日本市場に興味なし、って話じゃないの？そうでもない。インドネシアでは250クラスは人気だし、タイでは免許制度の変更で大型バイクが設けられ、日本と似た状況となっている。それを狙ってかどうかは不明だが、海外メーカーも250クラスを色々と用意している。へえ。じゃ、一気に6台紹介していくぜ。GPX、レジェンド250ついに。GPX は大王国からやってきた、ストリートスポーティーバイクメーカーだ。なんかかっこいい。主力は 125cc から 200cc だが、250cc のバイクもリリースしている。レジェンド250は空冷並列2気筒エンジンを搭載したロードスタースタイルのバイクだ。アップハンでポジション快適、空冷エンジンの造形は綺麗、ブラックでまとめられた車体は洒落た雰囲気だぜ。倒立フォークにサブタン付き YSS2 本サス、キャストホイールにダブルディスクのブレーキを装備してる。ユーザーレビュー燃費はリッター約30キロ、燃料タンク容量は 14.5 リッターなので、航続距離は約435キロだ。これだけ充実していると、価格が気になりますね。車両価格49万8300円だ。これはかなり安い側で走る側で、9月1日から価格改定みたいなので、気になる人は早めにゲットだぜ。GPX、デーモン GR200R。これはタイで洗練された GPX 版 CBR250WR ですか？かっこいいだろ？エンジン水冷短気筒で最高出力は19馬力、フロントは倒立サスにリアはモノサスを採用している。短気筒なので燃費も良く、記事ではリッター平均45キロ、航続距離は約495キロだ。車両価格は49万9400円な。価格的にはジクサー 250SF より高いですけど、このデザインと燃費なら文句なしです。お次はベネリから2台紹介だ。ベネリ、リョンチーノ250。
ベネリは1911年から続くイタリアのメーカーだ。ブランドが消滅しかかった時期もあったが復活。2020年にプロトが国内輸入販売を開始してる。レオンチーノ250は水冷短気筒エンジンを積む、ネオクラでスクランブラーなネイキッドだ。タンクからシートへ繋がるシンプルなラインは、おしゃれを感じるデザインですね。縦長楕円形のヘッドライトも、どこか人間味を感じます。リアタイヤは 150/60R17 のワイドタイヤで、重量感もたっぷりだ。価格は64万9000円、航続距離は 378.7 キロな。ベネリ TRK251。レオンチーノ250のアドベンチャーモデルだぜ。このデザインは、イタリアというより中華な香りがします。TRK251 の売りは航続距離だな。燃料タンク容量は18リットルで、航続距離は 563.4 キロだ。なかなか走ります。メーカー純正でトリプルパニア設定あり、積載性も心配なし。価格は64万9000円だぜ。ベネリは安さが売りってわけじゃないんですね。一体どんな人が買うのかな？気になる気になる。KTM250 アドベンチャー。見た目も乗り味も癖が強いバイク、KTM の250アドベンチャーだ。CRF250 ラリーとよく似た性能を持つバイクですね。軽量な車体に短気筒エンジン、セミブロックタイヤで林道、砂浜も安心して走れるぜ。シート高は 855mm と高めなので人を選ぶバイクになりますね。デザインは、好みの問題だ。価格は73万円、航続距離は約467キロだ。ハスクバーナ、スバルトピレン250。さ、最後の締めはスバルトピレン250だ。スウェーデン語で黒い矢だな。大声で叫びたい社名です。KTM の250デュークをベースにしてるが、見た目は全く違うバイクとなっている。エンジンは水冷短気筒で31馬力、メカノイズを放ちながら元気に回るぜ。直立姿勢で窮屈さはないけど、シート高が 835mm と少し高めだ。ユーザーレビューでは故障の話がちらほらありますが、どうなんでしょうね。北欧の矢にいられたら、そんなの関係ないみたいだ。メンテナンスもバイクの魅力のうちですね。さ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次はまとめだぜ。まとめ。大型に比べ車種が多く、車体が軽く、維持費も安い250クラスを紹介したぜ。どうだった？レイム。このクラスのバイクは、回す楽しさを推したいですね。ちょうどいいエンジンパワーでまったり走ってても気負いしないし、分回せば風を感じることもできますし、初心者さん、女性ライダー、リターンライダーにはおすすめの排気量ですね。増車、セカンド、買い替えなど、多様な要望にもぴったりなバイクってことだな。もう一台欲しいぜ。お許しは出たの？出てません。では、今回はこの辺で。それでは、See you!